こんにちは、ハルトです。9 Nurtury のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会は膨大な情報や変化の速さ、人間関係の複雑化など、多くの人が日々ストレスや不安にすばされて生きています。そんな日常の中でどのようにして心の平穏を保ち、豊かな人生を送ることができるのでしょうか。新聞やかに生きる哲学ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方なくは、ストア派哲学を現代社会で実践するための具体的なアドバイスと洞察を提供してくれます。著者ブリジット・ディレイニーは、紀元前に生まれたストア派の教えを自身の経験と照らし合わせ、現代人の悩みにどう寄り添うべきかを丁寧に解説しています。この本は単なる哲学書ではありません。ストア派という古代哲学を噛み砕きながら、それを生かす日常の工夫、心の在り方、事件法まで網羅しているのが特徴です。著者自身の試行錯誤や体験談もこもり込まれており、読者は堅苦しさを感じずにストア派の思想に触れることができます。現代だからこそ必要とされる心のレジリエンスや執着からの解放、そして幸福とは何かという根源的な問いに向き合いたい人のために、本書は最適なガイドとなるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ストア派哲学の基本理念。この章では、ストア派哲学の根本思想について詳しく解説されています。ストア派とは、紀元前3世紀のギリシャで生まれた哲学で、理性、論理、自然との調和を非常に注視します。著者はストア派が説く自分でコントロールできることとできないことを区別する姿勢の重要性を強調しています。私たちの日常では自分にはどうにもできない外部要因に悩まされがちですが、ストア派は心の持ち方こそが幸福のあだであると教えます。この考え方が現代のストレスフルな社会において自分を死に交わずに起きる土台になることが説明されています。また、ストア派の著名な哲学者であるセネカやエピクテトス、マルクス・アウレリウスの教えが現代の問題にどのように活かせるのか、知力とともに紹介されています。特に世の中に左右されず自分の中心にこもる持つことの大切さが語られています。次に、現代社会でのストレスマネジメント。ストレスの多い現代社会でストア派の哲学はどのように役立つのかという疑問に対し、本書は事件的な答えを提示しています。 SNS の普及や職場場での多忙、人間関係のトラブルなどから生じるストレスをストア排泄数学の枠組みでどう捉え、どう受け流すかが分かりやすく説明されています。例えば、いかに不安や批判といった外場からの影響に左右されずにいられるか、また感情に流されず沈着冷静であるためのメンタルトレーニング方法も紹介されています。著者は自身の私生活での失敗や悩みをストア派流の思考で乗り越えた自力を上げ、読者が自身の生活に簡単に応用できるヒントを数多く試しています。日常のストレスを自分の成長や学びの機会に変えるための具体的な思考法や行動自身が得られる内容です。さらに、感情との向き合い方。ストア派は感情をなくすことを目的としているのではなく、感情に振り回されない心を作ることを重視します。このパートでは、怒りや悲しみ、不安、ゲイボリなど現代人が日常的に感じるさまざまな感情との上手な付き合い方について解説されています。ブリジット・ディレイニーは、感情を抑え込むことなく理性的に観察し、適切に処理する方法を紹介します。例えば、落ち込んだ時や誘った時に、それは本当に自分がコントロールできる時場だかを自問したり、マインドフルネスや日記、リフレーミングなど現代的なテクニックをストア派の教えに基づいて解説しています。自分の感情の真似を冷静に眺め、そこから一部距離を置くことで衝動的な行動を避け、精神的な自由と安定を保つヒントを与えてくれます。そして日常生活への応用と実験法。ストア派の教えを単なる理論にとどめず、実際の日常生活にどう落とし込んでいくかが丁寧に説明されています。
時間管理、仕事、人間関係、さらには健康やお金への執着、自己肯定感の向上といった身近なテーマごとにストア派流のアプローチが紹介されます。例えば、職場までの自分の役割やミスをどう考えるか、家族とのトラブルや社会的比較から来る嫉妬心をどう乗り越えるかなど、具体的な場面ごとの考え方やアドバイスが充実しています。セルフリマインダーを用いたり、定期的な振り返りの時間を持つことで、自分の価値観を見直しながら、ブレずに生きるコツを学べます。実験的で、今日から取り入れられるアイディアが豊富です。最後に、幸福についての新しい定義。私たちは、幸せやカナン、成功、お金、評価と考えがちですが、ストア派は、それとは異なる幸せを追求します。この章までは、ストア派が語る幸福とは何かという問いに深く迫っています。著者は、外部の要素に影響されない自分の内側から湧き出る満足感を育てることこそ本当の幸福であると強調します。そのために必要なのは、無駄な執着や過剰な期待を捨てて、今この瞬間の自分を受け入れる姿勢です。人生への感謝、一国生の不幸にいさき一憂しない心、本質的な豊かさや成長を喜びとする心の持ち方を、このパートで多くの自力やストア派の古典からの引用を教えながら分かりやすく伝えています。現代人が忘れがちなチタルーを知る幸せへの帽子が示されています。結論として、新聞やかに生きる哲学、ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方者には、現代社会のあらゆるストレスや課題に悩むビジネスパーソン、学生、家庭人など幅広か方に強くお勧めできる一冊です。特に日々の生活で人間関係や刺激に振り回されやすい方、自己肯定感に課題を感じている方、自分の価値観に立ち返りたい方には最適です。この本は単なる知識の提供にとどまらず、著者自身の体験とストア派の知見を融合させることで、現代人のリアルな苦悩に寄り添ってくれるのが大きな強みです。他の自己啓発書やストレス解消本は一時的な解決策や表面的なテクニックに終わることが多いですが、本書は思考や人生観そのものを変える根本的な視点を提供してくれます。特にコントロールできることとできないことの区別、心の静けさを保つ方、価値観を点検する習慣などは、一度マスターすれば一生ものの財産となり得ます。ストア博士学という筆句からの知恵を現代語に移し、誰でも実験できる価値にしてくれている点も大きな魅力です。人生の迷いに立ち止まった時、自分をしっかり持っていきたいと考えた時に、本書は必ず大きな助けとなるでしょう。買ってよかったと心から思える内容が詰まっています。他の本では得られない深い気づきや長期的に役立つ自分の心を作るためのバイブルとして手元に置いておく価値があります。ご支援いただける場合は、ブリジット・ディレイニー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。